皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。先週末からずっと降り続いていた雨も朝方には止み、久しぶりにベランダに出てきています。今日は何をしようか考えていましたが、ベランダの多肉を見ていると、どの多肉の土もカラッカラに干からびていたので、今日は久しぶりにこのベランダの多肉たちに水やりをしたいと思います。そういえば今月の初めにも一度軽く水やりをしているんですけどね。それ以降全く水やりしていませんでした。今回はいつもよりもたっぷりめに水やりをしていきます。肉厚な葉を持つエボニーも外葉が枯れてしまっているほど水を欲しがっていました。ちょうど前回の水やりの後も寒い日が続き、マイナス1度まで気温が下がりました。その後もう一度気温が下がる日があったので、なかなか水やりのタイミングがなく、前回の水やりから20日以上も日が空いてしまっていました。最低気温が低くなければ多肉を雨ざらしにしてじっくりと水を吸わせてもよかったんですが、今年の春は最低気温がマイナス1度になったり、気温が低い日が続いていたため、それはリスクがあるのでやめておきました。皆さんの多肉ちゃんは水を欲しがっていませんか？水を欲しがっている多肉や水が足りていない多肉は、外葉が枯れていたり、葉がしわしわと張りがなかったり、いろいろ症状が出てきます。このサンガも外葉を枯らしていますね。ついでに枯れ葉を取ってきれいにしておきます。枯れ葉は完全に枯れているものだけ取り除きます。まだ葉に水分があるものは、多肉がまだその葉の水分を使うので、取らずにそのままにしておいてあげてくださいね。そしてこのティッピー、花が咲いていますが、花芽はカットしておきます。このティッピーもぐるーっと一周枯れ葉がたくさんついていました。もう少し早く水やりできればよかったんですが、とりあえずこのティッピーの枯れ葉もきれいに取り除いておきます。そしてロゼットが傾いていたこのルドルフも外葉がすっかり枯れてしまい、小さなロゼットになってしまいましたね。ちょっと残念ですが、綺麗なロゼットなのでよしとしましょう。そしてこのブラッククイーンも外葉が枯れてしまっていますね。このブラッククイーンに使っている土は鹿沼土の細粒です。この鹿沼土の細粒だけを使って植え付けていると、我が家のこのベランダの環境では水はけが良すぎて、こうして外葉が枯れてしまうことが多いんです。これは植え替えした方が良さそうですね。環境の違いで育てる土も変えていくと、多肉ちゃんも可愛く成長してくれます。そしてこのヒアリナ×サラヒメ、
ちょっと色がおかしくて様子を見てみることにしました。とりあえず先にこの枯れている外葉を取り除いておきます。枯れ葉を取るのにちょっと外葉を触っただけですが、なんと葉がポロッと取れてしまいました。この取れてしまった葉は芽が出るかわかりませんが、周りに葉差ししておきます。いつもとは違い、あまりにも綺麗なピンク色をしていたので、チェックしてみてよかったです。このヒアリナ×サラ姫は置き場所がちょうど雨の当たる場所だったので、それが原因かもしれませんね。今回は早めに発見することができたので、とりあえずこのまま様子を見たいと思います。そして1月2月と今年は多肉に花芽がつかないなぁなんてぼやいていましたが、3月末のこのベランダ多肉にはたくさんの多肉の花芽が上がっていました。といっても結局花芽が上がってきてもこうして手で摘み取ってしまうんですけどね。皆さんのお家の多肉ちゃんにもこうしてたくさんの花芽をつけていますか？私は未生などはしないので、この多肉たちが暑い夏を乗り切るために少しでもこの多肉たちの体力を温存させるため、こうして上がってきた花芽は摘み取ることにしています。それでも勢いのある多肉はこうして何本も花芽をつけるんですけどね。そして久しぶりのダイソー多肉を購入してきました。今回購入したのはこのヘラクレス。名前はかっこいいのにエッジがピンクでとても可愛らしい多肉です。しかもこのヘラクレス多頭だったんです。こうしてみると少し弱々しい感じがしますが、しっかりした株になった時にまた株分けしようと思います。そして2つ目の多肉は冬美人です。我が家にある桃美人や月美人と同じパキベリア属なんですが、よく見てみると葉と葉の間の茎が少し伸びていて徒長気味のようです。それでもまだ状態はそれほど悪くないので、少しずつ我が家の環境にも慣れてくれると嬉しいです。そして3つ目、最後のダイソー多肉はこの大和姫です。実は以前もダイソーさんでこの大和姫を購入したことがあったんですが、夏に焦がしていつの間にか消えてなくなってしまっていたんですよね。大和姫のように葉が濃いグリーンをしている多肉は葉焼けしやすいので、夏の管理には注意が必要です。はい、ということで今回のダイソー多肉はこのヘラクレスと大和姫、冬美人の3種類を購入してきました。その他にもモウンスローやベリークリームなんていう名前の多肉もいましたが、見た感じクリームベリーでしょうね。皆さんはダイソーさんでどんな多肉を見つけましたか？今回はベランダの多肉たちにたっぷり水やりをすることができましたが、
それでもまだ水が足りていない多肉もあるので、水が足りていない多肉たちにはまた追加で水やりをする予定です。そしてこの雨が止んだら、また畑の横に多肉を植えに行く予定です。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。